皆さんこんにちは。日本語学習チャンネルビューティフルフレンズの須藤です。どうぞよろしくお願いいたします。今回の動画ではですね、進学関係、入試対策関係の、お話を少ししてみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。授業といってもですね、進学ということで、志望理由がなかなか思い浮かばないとかですね、小論文がね、課題として出されても、その中身がなかなか難しい、そんな風に考える受験生がいるんですね。ですので、私は授業の際ですね、グループワークという形で、その中身とかですね、何かひらめきとなるヒントとなるようなお話ができるような、そんな授業を作ろう。なんてことを毎回しています。ですので、ここからお話しするのは、そのグループワークの際にですね、材料となるような話題だということで、ご理解いただけたらと思います。で、今回はですね、まずこちら。グローバル化について、ヒントとなるようなお話をしたいと思います。グローバル化というのは、日本語に直すと全球化となり、人や物、金、情報が国境を越えて世界が一体化していく現象のことを表します。このグローバル化が世界の国々の経済や文化に影響を与えるのですが、大学の小論文ではそのままグローバル化について答えなさいなんていう問題は出題されず、このグローバル化に関わる様々な社会現象、例えば国際協力について、外国人参政権について、移民問題、外国人労働者問題などなど、そういった具体的なテーマが出題されます。詳しく説明していくのは他の動画でお話しするとして、ここでは具体的な中身として ASEAN、東南アジア諸国連合についてお話ししたいと思います。ASEAN です。ここら辺が ASEAN 加盟国なんですが、実はこの ASEAN、2010年にベトナムのハノイでアジア総合開発計画というのが発表されました。経済の活性化とインフラ問題は切り離せないということで、グローバル化した現在、ASEAN のインフラ整備に莫大なお金が投下されました。その結果、2020年までに中国とインドを結ぶ広域なインフラ整備を行うということで、この地域は大きく経済発展しました。その発展を支えたのが経済回廊と呼ばれるものでした。これは高速道路であり、物流のシステムを指しています。このシステムが開発されることによって、これまで海路で運んでいた荷物を陸路でも運ぶことができるようになり、これらの地域の経済が活性化しました。特に海側のベトナムの経済の発展は非常に大きかったのです。そんな中、この経済回廊は海路の輸送にも利用されました。例えば、日本からインド方面へ荷物を運ぶとき、荷物を積んだ船はシンガポールを経由し、マラッカ海峡を抜けてインド洋へと出ていきます。ところが2006年にこの東西経済回廊が開通すると、海路で運んできた荷物を一旦ベトナムのダナンで下ろし、トラックに積み替え、そのまま西の端のミャンマーのモーラミャインまで運び、そこで再び貨物船に積み替えて海路で運ぶという方法が始まりました。一見手間がかかるような方法に見えますが、この方法によってこれまで10日以上かかっていた工程が3、4日で荷物が運べるようになったそうです。石油とかお客さんとかっていうと、そうもいかないんでしょうが、面白いですね。こんな話をグループワークの際、ヒントとして留学生の皆さんに提供すると、そんな方法もあるのかなんて気がつく留学生がたくさんいます。だったら他にどんなルートが考えられるだろうかなんて具合に留学生たちがざわつき始めるのです。そのざわつきに任せ、それぞれのグループで話し合いをさせます。もちろん、そのグループ分けの際には、国籍をバラバラにして、共通語として日本語で話し合うようにさせる。それが日本語学校の日本語教育ですので、話題を提供して日本語を使わせる。なんていうことを授業で行っています。
そしてその話し合いがさらに面白く盛り上がっていくと、新しい情報を付け加えます。こちらです。このマレー半島のこの位置。ここは他よりも狭くなっている場所があり、ここをクラチ峡と呼んでいます。実はこのクラチ峡に運河を作ろうという構想があるのです。ここら辺 ASEAN から来た留学生ならよく知ってると思うんですが、意外と知らない留学生が多く、初めて聞いたなんて驚く留学生が何人もいます。運河の構想は17世紀頃、世界二大運河と呼ばれるスエズ運河やパナマ運河よりももっと早い段階であったそうですが、その構想が持ち上がってもなかなか実現することができませんでした。ここら辺実現できなかった理由なんてのも留学生たちに考えさせると面白い理由が上がってくるんですが、もし仮にここに運河ができたらどうなるだろうなんていう方向で話し合いをするように指示を出します。東西経済回廊経由のようにいちいち荷物を積み替える手間がなくなったら ASEAN はどうなるんだろうか。東南アジア経済のバランスはどういうふうに変化するのだろうか。こんなのをグループワークで留学生たちに考えてもらいます。そして今から10年後、20年後、この変化する国際社会で自分たちはどんな役割を果たしていくのか。クラチ峡のお話はまだまだ夢のようなお話でしょうが、留学生たちにとって10年後、20年後を想像するのには大きなヒントとなってくれるようです。さらに、これらの話題にグローバル化で問題になる地球温暖化に関するお話も少し付け加えて、さらにお話を盛り上げます。実はこの地球温暖化も現在のグローバル世界の物流に影響を与えています。地球温暖化によって北極の氷が溶けているというお話は皆さん聞いたことがあると思います。が、その北極の氷が溶ける速さが最近予想よりも速くなっているそうです。北極の氷が予想を上回るスピードで溶けている。冬場は全面的に氷で覆われている北極ですが、夏場は氷が溶けて船が通れる場所ができます。その船が通れる期間が温暖化の影響によって長くなってきているそうです。これまで21世紀中に北極の氷は溶けると言われていましたが、その予想が2050年、2040年へと早まっています。これは大変なことですが、このことによって物流を北極ルートで行おうというのです。例えば、こちらですね。日本からヨーロッパへ荷物を運ぶような場合は、このようなルートで運びます。まず東京から南下してシンガポール、マラッカ海峡へと向かいます。そこからインド洋へ抜けて紅海に入り、スエズ運河を通過します。その後、地中海を抜けてヨーロッパへと至るルートです。これが通常の航路で約2万 1000km の航海です。ヨーロッパまで行くのに1ヶ月前後かかってしまいます。ところが今お話しした北極ルートで行くと、その距離は 13,000km。北極周りだとヨーロッパまで約 40% も近道になるのです。この状況にすでにロシア、カナダ、中国、アメリカ、ノルウェー、韓国といった国々がこの北極ルートに注目し、北極海ルートでの貨物輸送は年々増えています。それに伴い、北極協議会が主導となって北極海航路を開発していく航行の安全や環境保護のためのルール作りが行われています。この海運の変化は今後どのような影響を与えるんでしょうか。この授業に参加した留学生たちが各々様々な刺激を受け思考を広げていきます。そうやって自分の考えをまとめ、留学生自身の中身を発展させるのです。そして将来の目標を具体化していく。それが私流の特別選抜入試の受験対策です。10年後、20年後、激動する国際社会で自分はどのような役割を果たしたいのか、そのためには日本で何を学ぶべきなのか、こんなことを考えてもらいます。
これが他のビデオでもお話ししている中身を頑張れということになります。今回お話ししたのは小論文試験で品質のテーマ、グローバル化を背景にしたお話でした。日本人の大学入試では品質のテーマでたくさん出題されますが、よくよく考えてみましょう。実はこのグローバル化の最前線にいるのが留学生たちなのです。大学入試で品質ということは、それだけ日本社会が関心を持っているというテーマですので、そのグローバル化の最前線にいる留学生たちの考えや思いに、大学側は非常に関心を持っています。それなのに志望理由といったら、日本は経済がすごいからとか、日本は技術がとか、将来私の国と日本の架け橋になりたいとか、グローバル化の最前線にいる留学生たちの回答がしょぼいものでは、大学側としては期待外れもいいところです。これでは大学進学などままなりません。しっかりと勉強して、同時に自分の将来の夢ともつなげていくようにしましょう。ついでにお話ししますと、私が進学クラスを受け持つと、そのクラスでは新聞日記なんてのをつけさせています。これは時事問題をネタにした産業日記と言われるものです。こんな感じですね。毎日欠かさずニュースに目を通し、気になった記事をメモしていきます。そして、その記事に対する自分の簡単な感想を書かせます。それを1週間続けた後、最終日に1週間の感想を書かせて提出させます。その提出した日記は日本語を添削し、感想に対し丁寧にアドバイスするなど答えるようにしています。これを繰り返していくことで、学生たちの日本語を書く力が向上していくことは言うまでもなく、感想のやり取りで学生たちが考えをまとめていくのです。これが入試に向けた中身を養っていくということです。今回ご紹介したのは私のやり方でした。実際やり方は様々あると思いますが、要は日本語を学び、その日本語がある程度できるようになったら、今度は大学進学に向けて必要な実践的なテーマを学んでいく。それが大切です。日本語だけとても上手になったところで、中身がなければ大学進学、特に有名大学には合格できないんですね。日本語能力だけでなく中身、それをしっかり養っていくようにしましょう。今回の動画はこれくらいにしたいと思います。またお会いしましょう。